いただきます。あずは元気にお友達の結婚式に行きましたよ。昨日スンドゥブパーティーしたから顔がパンパンで目が開きづらいわ。私いつもさ、朝ごはんこのぐらいお茶碗一杯分食べてんので日本昔話盛り。このぐらい食べないとお昼まで持たなくて、こっちの世界は今ゴールデンウィークなんだけど制作に追われているので、いつも通り一日絵描いて過ごすって感じ。今年もさ、ツバメが来てくれてさ、さっきまで止まってたけど可愛すぎてさ、ちょっとでもチュンチュンチュンって鳴き声が聞こえたらさって窓行って眺めて可愛いって言ってる。今ベランダうんこすごいけど、でも変わらない事実、主役は君。最近もう完全にモブのデレラですね、聞いてんの。私桜井桃さん大好きでさ、桜井桃さんには一回お会いしたいんだよね。今日本の女性アイドルでアイドルしてんの桜井桃さんだけですよ。もっとアイドルは謎の必殺技とかやってほしいし、私可愛いキャラでいてほしい。もうお腹空いてくるんだよ。おかしくない？この体質。摂取カロリーを消費カロリーが上回ると痩せるっていうじゃん。でも私多分ちょっと歩くとかちょっと動くだけでも莫大なカロリーを消費するんだと思うんだよね。一日 Vlog 撮る人ってもしかしてずっとこんな風にカメラ持ってさ移動して撮影してんの？すごくない？なんかね、ずっと使ってたストレートアイロンがついに壊れちゃってさ、今このカールの方でいい感じにやってんだけどさ、このヘアアイロン、ヘアビューロンっていう結構いいやつなんだけどさ、でもだいぶ昔に買ったからもう古いと思うけど、このヘアアイロンさ学生時代に買ったんだけどね、そこそこの値段がしたからバイト9連勤して買ったのだからこのアイロンを使うたんびにアルバイト9連勤を思い出してなんか難しくなるんだよね。怖い話してもいい？これ寝室のカーテンなんだけどさ、この間さ寝室のこの窓を網戸にして換気したのね。それで次の日朝起きてカーテンをねシャッて開けたの。そしたらこの上のところにさふわわわわって何かが大量に舞ったのね。で何と思って見たら大量の小バエがさこの天井にびっしりいて、やばいと思って、昨日換気したからだ、換気して小バエが網戸通り抜けて部屋入ってきてずっとこのカーテンに潜んでたんだと思って、ってことはと思ってカーテンをシャッて開けて窓見たらさ、もう窓にもカーテンにもびっしり小バエがね張り付いてて、わーってなって勢いでコロコロでガーって大量殺戮しました。ハッカースプレーがいいって聞いたから買おうかなって思ってる。てかさ、今私がいかに断捨離頑張ってるか見てほしくて、テレビ手放す。朝ドラ見るために残してたんだけど、もうトラツバ以上に面白い朝ドラは出てこないですねって思っちゃった。怒られそう？うち大体でっかい家具は全部アズノなんだけど、このハンガーラックも手放す。もうね、備え付けのクローゼットに収まるだけのものを持とうと思って。でなんかね、ミニマリストの方が視聴者さんのお家行ってお片付けするって動画があるんだけどさ、このハンガーラックは絶対に手放すねっておっしゃってて、どう頑張ってもおしゃれになることは絶対ない。大量にいっぱいかけちゃうから、だからそもそもない方がいいっておっしゃってて、うわそうなんだよ、わかると思って。でかい家具からね減らすと一気に部屋広くなるから。なんだこの動画あとね、このねポール、洗濯機の収納のラックだったんだけど、この子のおかげで断捨離しようって思ったの。なんでかっていうと、この子すごく便利で洗濯機の上に収納ができるよっていうラックだったんだけどね、もうこのポールにホコリが溜まってしょうがなくて、でおまけにめっちゃ拭きづらくて、で最初の頃はせっせと拭いてたんだけど、冷静に考えてこのラックがなければ毎日ホコリを拭き取る必要ないじゃんってことに気づいて思い切ってなくした。であとごめんお母さん、パン焼き器うちもう手放すねでも美味しくパンいただいたのでありがとうございました。でこの衣装ケース2つはさレゴ入れてたの。アズーのレゴ。もうさ幅取ってしょうがないし、なんかレゴってあんなちっちゃいのにさ、なんでこんなでかいさ箱に入れる必要なんだよって思って、もう見てると腹立ってしょうがないのですっごい感情的な理由なんだけど、もうレゴの収納は今ちょっと改めて考えてもらおうという。何この動画。
今日京都で開催される結婚式に行ったんだけど、めっちゃ羨ましくない？最近京都めっちゃ行きたいの。ベタに清水寺とか行きたいなって思ってて、でもね、ここ1週間めっちゃくちゃずっと喧嘩してて、ようやく一昨日仲直りしたんだけど、でもなんか実はさ、喧嘩の内容を話す動画を撮影したの。公開するかどうかは置いといて、もう私その喧嘩のせいでエブリデイ泣きすぎて大変だったから、もうちょっと誰かに話したいと思ってカメラ撮って編集しながらさ、なんかこの喧嘩って私次第だったのかって思って、何で喧嘩したかっていうとね、ちょっとかいつまんで話すけど、2つあってさ、1つ目が私の発言をアズーが否定して喧嘩になったっていうのと、2つ目がアズーがゴミ分別サボりすぎて喧嘩になったっていう発端的にはアズーが悪いことなんだけど、それに対する私の反応がやっぱいちいち感情的すぎて、私がこの問題を大げさに大きくしちゃったんだなって、その編集しながらさ思って反省して、だからアズーに謝りました。でもこんなに怒り狂うとか、悲しすぎて涙が止まらないとか、もう私泣きすぎて目の周りに内出血できちゃってこんなに自分のダメなところをささらけ出してしまうほどの深い関係性なんだなうちらって思った。その一つ目のね、まず私の発言否定問題はさっきも話したけど、私今断捨離ブームでさ、断捨離頑張ってて、でかなりお片付けの知識をつけたので、私が最近得た断捨離の手順をアズーに伝えたんだけど、それをなんでそれやる必要あるのみたいな風に返されちゃって、回でもいいから私の話聞いてよって思って喧嘩してしまったんだけど、でもよくよく考えたらさ、最終的に物減らせたら別に手順なんてどうでもいいじゃんって思ってさ、だから私がすっごく意固地になって一回このやり方をアズーにも共有したい、やってほしいって思って、すごく強く自分の意見を押し通そうとしちゃったんだけど、しかも腹立たしいのがさ、必死に断捨離の知識をつけた私よりもアズーの方が断然物減らしてて、私よりできてんじゃねえかよと思って。そしたらさ、私より物減らしてる人間に対してさ、片付けの手順はこうでとか説明してるのが恥ずかしくなってきちゃって。そうだからとにかく私は私で情報を伝えはしたけど、共有はしたけど、相手がいや別にこれやらなくてもって言うんだったら、もうじゃあいいよ自由にやってって即座に考えを変えられたらよかったんだけど、なんかついついでも多分やっぱね、一緒にやりたかったんだと思う。一緒の方法でやりたかったんだろうなって思った。そのめんどくせえ乙女心があったんじゃないかなって、今になってみるとそう思うかな。で、2つ目のアズーゴミ分別サボりすぎ問題はね、前から結構再三注意してたことでさ、今田舎に住んでてゴミの分別が難しいから、ゴミ袋に名前書いて捨てなきゃ回収してもらえないからさ、ルールをさ守らないと退去してくださいとか言われる可能性だってあるって思ってちゃんとしてたんだけど、アズーが結構全く分別せずに捨てることが多々あって、で見つけるたんびに私注意してたんだけど、バレてないだろうと思って捨ててるのがすっごく気持ちが悪くてで、特に私が間違ったことを言ってるわけじゃないのに反抗してくるのがだるすぎて、それで怒り狂ってしまったんだけど、でもね、後からここまでアズーができないのであれば、これは本当にアズーにとって苦手なことなんだなって思って、で我が家の方針的には得意なことを得意な人がやるっていう、そういうルールでやってきたんだけどさ、だったら私は特にゴミ分別大変とは全く思わないから、だからその喧嘩になった時にじゃあ今後ゴミ分別お願いしますボックスみたいなのを作ればいいじゃんって思って、その提案をその時にさって思いついてさ、感情的になる前にさって思いついて提案できたらよかったんだなって反省して、とにかくね、ほんとすぐ悲しみと怒りがこみ上げちゃうから、アズーはちゃんと建設的な話し合いをしたいタイプだと思うから、もう私みたいな人間ほんと嫌だろうなと思いつつ、もうちょっと自分も頑張んなきゃなって思いました。最初にふっかけてきた原因作ったのはアズーだから全然反省してないじゃん。でもね、最近ね、めちゃくちゃアンガーマネジメントめっちゃ上手くなったのよ。そうだから最近結構上手になってきたなって思ってた時にこんなに怒っちゃったから、なんていうの、自分に対してもすごいショックで、自分との約束破っちゃったみたいな、頑張ろうって決めたのにうまく最近はコントロールできてたのにやっちゃったっていうのもショックで、ダブルショック、そんなことがあった。
愚痴を話す動画はもう公開しないけど、でも客観的に自分の言い分聞いて、あ、私本当はこの時に悲しかったんだなとか、この時にもうちょっと私が解決策を考えればよかったんだなとか思って考えられたからよかった。でも私悪くねえけどって3回ぐらい言ってたから、もうこいつって思った、自分のこと。こういうでかい喧嘩はね2ヶ月に1回ぐらいはやってる。多いかな。ほんと喧嘩するたんびにさ、もう喧嘩したくないよってお互い言い合ってね、難しいですね、人と暮らすって。洗濯物終わったから干してくるわ。もうお腹が空いたのでお昼ご飯作っているのだが、なんでこんなすぐお腹空いちゃうんだろう。今日は昨日のスンドゥブの残りのアサリがあったから、アサリとキャベツのパスタを作っているけど、普段はもっと昨日の晩ご飯が残ってたらそれ食べるし、あと冷凍食品とか食べてるかな。最初はさ、冷凍弁当を何日か分作ってチンして食べてたんだけど、なんかだんだん飽きてきて味気ないよね、やっぱり。もう家にあるものを簡単に作って食べるっていう流れになった。スンドゥブで鍋使っちゃってるからフライパンで入れた。料理作る担当になってからさ、とりあえずニンニクを入れたら絶対に美味しくなるっていう法則に気づいて、我が家は必ずニンニクが冷蔵庫にある。でね、絶対に国産のニンニクの方が美味しいよ。青森県産のニンニクしか買わない。よし、食べよう。なんか全然見栄え悪いから映しませんもう5時半だよ。今日もまたノルマを達成できずに一日が終わっていくよ。そういえばさまたミニマリストの話していい？私さ、世の中の散らばった事柄に対して共通の法則とか心理を考えるのがすごく好きなの。これ MBTI でいうド N なんですけど、一見関係なさそうな事柄でも法則があるとか、そういうことを考えるのが好きなんですね。で、そのミニマリストの方の動画見ててさ、クローゼットに3割余白を残すとすっきりして見えるとおっしゃっててさ、いかに余白が大事か、余白を残しておくことが大事かっていうことをおっしゃってて、で、私それ聞いた瞬間、絵も一緒だよって思って。で、なんでかっていうと、私さ、いろいろ絵を模索しながら女の子帰ってきたんだけど、画面いっぱいドーンの女の子よりも後ろが残ってる女の子の方がすごく上品に見えるなって思ってて、今後余白がある女の子を描いていこうって決めてたの。だから余白がイコールきちんとした状態っていうイメージがあるものだったんだって知ってすごい嬉しくなっちゃった。そんな感じで一見お片付けと絵って関係なさそうだけど、どんな事柄にも通じるような法則があったと。こういうの大好きなんだよね、考えるの。余白があるとどうしても人は埋めようとしちゃうから、だからごちゃごちゃして見えると。どこまで私物減らせるかな。なんかさ、私もうちょっと身軽になりたくて、いつでも動けるように身軽になりたいなって思った。何か挑戦したいことがあった時に物が少ない方がより瞬時的に動けるというか、だから私の将来の理想の生活のために今できることってひたすら物減らすことだなと思って頑張っているのこのミニマリストブームいつまで続くかな。てか一応これ1日 Vlog って手で撮ってるけど、ずーっと座って描いてるだけだからさ、何の面白みもなくないか。飯食って絵描いて飯食ってるだけなんでこんなペラペラ話してんだろう。人前じゃこんな話せないのにさ。私今兵庫県に住んでるの、関西に住んでるのね。で、最近さ、ついに知らないおばちゃんから飴をもらうっていうイベントが発生したの。やばくないですか？めっちゃ関西じゃない？電車に乗ってて、で、後ろの席に座ってたおばあちゃんかな、おばあちゃんがその電車が駅に止まった瞬間バーって立ち上がって、今ここどこって叫んで、で、私と思って、その目の前に電子掲示板があったからさ、パッて指さして〇〇駅ですってそのおばあちゃんに伝えてさ、私が最寄りに着いて電車降りようとしたら呼び止められて、これこれって飴ちゃんをいただきました。小豆飴だった。美味しいよね。本当にこれあるんだと思って、
よく聞くじゃん、大阪のおばちゃんが「あめちゃんあげるわ」って言ってくださるみたいな。これ本当にあるのねと思って感動しちゃったよ。でもかなり嬉しいっすね。っていうかすごいわ、私だったらできるかな、そんなお礼とか速度に。あとさ、やっぱりさ、関西の人ってヒョウ柄好きだよね。なんかさ、私さ、一回都会に繰り出すとマジで3人は絶対ヒョウ柄アイテムを身につけてる人見かけんの、マジで。だからさ、やっぱヒョウ柄ってこっちだと人気なんだって思って。でなんかだんだんさ、サブリミナル効果っていうかさ、私もだんだんねヒョウ柄が欲しくなってきて最近。どうしよう、どうする、今年の冬ヒョウ柄のファーベストとか着てたらどうする。電車に座っててパッて顔を上げたら、目の前に座ってた女の子のスマホケースがヒョウ柄で、今日のヒョウ柄1個目って思って、で駅降りてエスカレーター乗ろうとしたらヒョウ柄のワンピース着たお子さんがいて、2人目って思って、でまた駅の方も歩いてたらヒョウ柄のトートバッグ持ってる女の子がいて、3人目みたいな。こんな感じで関西ビンゴを順調に埋めつつあるわ。ちょっとした会話が発生する確率が関西は非常に高い。この話したっけ、してないっけ、したか。普段行かないスーパーに行った時に今日の特売ゾーンを見ずに野菜コーナーに直行してさ、でナスを買おうと思って手に取って、普段行ってるスーパーより高いなって思ってたら、店員さんが突然話しかけてきて「今日表にある方が安いですよ」って声かけてくださって安いですよって教えてもらったこと今までないと思って、それはすごい面白かった。あとね、スーパーでレンコンを買ったのよ。でセルフレジでピッてしようとしたらバーコードがついてなかったの。だから店員さん呼んで「すいませんバーコードついてなくて」って言ったら「じゃあ別のバーコードがついてるの持ってきますわ」って言ってくれて、店員さんが別のレンコンをね3つぐらい抱えて持ってきてくださったんだけど、その時に「お客さんが選んだレンコンがいっちゃん綺麗でしたわ」って言われて、そんなの言われたことないと思ってなかなか言われないか。そういう感じで、なんていうの、ちょっとした雑談が入るのが面白い。あとね、関東と関西の違いを感じて面白かったのが、私はね千葉県出身で、夫のアズーは京都出身なのよ。それでね、ある日アズーにお醤油買ってきてってお願いして醤油を買ってきてもらったんだけど、薄口醤油を買ってきたのね。で私と思って、私の中で薄口醤油は出汁の時に使うってイメージだったの。だから日頃の調理では使わないっていうイメージだったから、なんで薄口買ってきたのってアズーを叱って叱るっていうか、まあなんでって感じね。アズーはちゃんと料理してきてる人間だったから、こんな間違いを犯すかなとか思って。で私ある時、関西の人はお醤油は薄口派だってことを知って、でってなって、で確かにそもそもだし文化だから薄口派なんだってことを知って、だから関西人であるアズーが薄口醤油を買ってきたのはもう育ってきた文化だったんだと、間違いとかそういうわけではなく文化だったんだって分かって、アズーにめっちゃ謝りましたいやー面白い、本当に知らなかったよ。あとさ、ご飯とかお茶碗おかずを置く順番って関東と関西でも違うんだよ。ご飯が左、お味噌汁が右、おかずがそのご飯と味噌汁の上の真ん中と習ったんだけどさ、いつも通り自分の感覚でお茶碗お皿を並べて出したら、なんかアズーがガチャ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 さ移動させるから、なんだなんだと思って見たらさ、左側にご飯、右側におかずだったのよ。ご飯はおかずとでも言うのでしょうか。おかずとご飯を一緒に食べるからその並びなんだよと言ってて、だから今もう私もアズーのご飯はその並びで。ごめん出してないわ出してないんかい、ごめん出してないわ。ちょっとめんどくさくなっちゃったかも、考えるのが。でなんだかんだで自分が関東の味付けにしちゃってるっていうことに気がついて、で私としては関西の味付けの方が好きだから、そっちの方にしていきたいなって思って頑張ってる途中なんですけど、でもたまになんていうの、白だしとかで味付けした料理出して、ちょっと味薄かったかなってアズーに言うと、これだから関東人は私の味が分からへんのやって言われる冗談でね。でもさ、私としてはさ、お出汁とソースが共存してる社会すごくないって思っちゃう。こんなこと言ってたら大阪で食べたネギ焼き食べたくなってきちゃう。昼飲みとかしてえな。てかビール飲みたい今。
との一日 Vlog がずっと座りっぱでいいんか。アズーの帰宅が多分0時ぐらいだから、それまでにご飯食べてお風呂入るか。まあ一人だともう夜ご飯抜いちゃおうかなとか考えちゃうもんね。昨日何食べたの作中でさ、シロさんがケンジに対してあいつの存在ってつくづく健康にいいなっていうシーンがあったけど、その気持ちは本当にわかる。風呂上がりよ。水うま。このグラスめっちゃ可愛くないですか？アンティークショップで買ったんだ。ちょっとサクッと日記を書くね。って言っても最近喧嘩してたからなんか日記も書く気が起きず書いてなかったんだけど、あ、そうだ、5月2日でこの10年日記始めて1年だ。ってことはせっかくの1年記念書いてないんだ。ありゃりゃ。ちなみに1年前の5月5日何してたかっていうと、午前中にエアコンを設置してお昼にチャーハンとわかめスープ作って、それがうますぎた。で午後は絵の作業が進んで、夜はアズーとお酒を飲んで私が少し泣いた。だってなんかいつも泣いてね。あ、てかちょっとごめん、また小映えが出てさ、小映え鳥ライトを焚きました。あれすごいよ、マジで小映え捕まえられる。前さ、小映えが発生してあのライトをつけたら突然バチンって音がしてさ、なんだって思ったら、虫がぶつかるとパチンって電気が発生して退治できるって仕組みなんだけどさ、小映えがまさに電気の部分にぶつかって跳ね返った音でさ、パチンって大きな音鳴ってびっくりしちゃった。なんか私いつもびっくりしてない。キャンバスに写す下書きの紙をポスター分割印刷したので作っていきます一日動画回すのって大変なんだね。知らなかった私。おかえり。雨、まさかの雨だったんだね。まあ小雨だけど。あ、そっか。いやなんか天気予報を伝えた身としてはなんか自信満々に明日晴れだって言ったからさ。どういうことだよ。お疲れ様でした。